ちは。クリックしてくれてありがとうございます。最近出した動画ですが、皆さんのいいねをすごく押していただいて、とても嬉しく、本当に感謝しかありません。今回も、頑張りすぎない程度に、でもそれなりに見やすくなるように編集してみました。編集や SIM 機材の構成、要望、質問など何でもコメントしていただけると嬉しいです。この映像では、モザ提供の FSR ステアリングがファナテックのポーディアムハブに接続され、旧式のクイックリリースである QR1 がポーディアムハブに接続されています。今回は前回動画の予告通り、ポーディアムハブに接続した FSR ステアリングを QR2 にアップグレードして、フォルツァモータースポーツやアイレーシングで走ってみる感想をお届けしたいと思います。ポーディアムという名がついた製品は、ファナテックの最上級のランクの製品になります。その下がクラブスポート、入門機種が CSL です。今回そのポーディアムハブを使い、モザ最高級 FSR ステアリングを使用した様子や感想をお伝えしたいと思います。本当にトリッキーな使い方だと思いますので、どれぐらいの方が真剣に検討するかわかりませんが、楽しんでいただければと思います。2023年10月の時点で、ポーディアムハブは QR1 が付属して 19,400 円です。これを購入すれば、ファナテックの車外ステアリングでもファナテック製のホイールベースで使用することができます。ポーディアムハブについては、概要欄にある僕のブログを見てくれた方が早いと思いますが、簡単に言うと、この図のような 50mm または 70mm の円周上にネジ穴が配置されているようなステアリングであれば、このハブに装着し、ファナテックのホイールベースで使用することができるようになります。さて、モザ FSR ステアリングを分解してみると、部品の一部がこのポーディアムハブのネジ穴の位置に合います。そのためポーディアムハブを自腹購入して過去に FSR ステアリングをポーディアム DD1 に直結されるようにしてみました。その時使用したクイックリリースは旧型の QR1 だったわけですが、使用した感想としては、かっこいいし、しっかり使えるが、犠牲になるものも多くあるという結論でした。今回、その組み立てたステアリングのセットを QR1 から QR2 へ変更しました。QR1 から QR2 への変更は簡単です。QR1 を取り外し、金属部分のスペーサーを交換して QR2 を取り付けるだけです。それぞれ 3Nm と 1Nm の規定トルクの指定がありますので、適切なトルクで締め付けてください。QR2 への交換方法や規定トルクを守った締め付け方法については、QR2 をレビューしたブログまたは動画を見てもらえれば分かりやすいと思います。リンクは概要欄を参照ください。最後に QR2 本体をポーディアムハブに装着し、それぞれのボルトを 3Nm 締め付けて、完成です。完成品がこちらです。実際に私のシミュレーターに取り付けてみましょう。片腕ではめているので、ぎこちないですが、片腕の力だけで本当に吸い込まれるようにはまります。FSR ステアリングを車外のホイールベースであるファナテックポーディアム DD1 で使用するためには、FSR ステアリングが PC に接続し、ボタンの入力信号や液晶画面の情報や電力をやり取りする必要があります。そこで絶対に必要になるのが、モザのユニバーサルハブです。公式ページだと$49と送料かかり、国内代理店だと送料込みで1万円程度します。ユニバーサルハブに接続されたぐるぐる巻きの RJ ケーブル1本は FSR ステアリングと接続され、2本の USB はパソコンへと伸びています。1本は電源用、もう1つはデータ伝送用です。FSR ステアリングのボタンや液晶を機能させるには、モザのソフトであるピットハウスを起動しておくことが必要です。さて、実際に使ってみましょう。使用したシミュレーターはフォルツァモータースポーツです。今回はマツダの往年の名車 787B でルマンを走りたいと思います。ちなみに画像加工をしなくていいように強盗マスクを着用しています。フォルツァではフリープレイモードで好きな車、好きな条件で遊べます。天候は雨、10台程度出走させています。頑張ろうと思ったら、初っ端からアクセルもパドルも効きません。これは、
フォルツァモータースポーツの入力設定が適切でないためです。毎回ゲーム開始時に合わさないといけないのですが、仕様なのでしょうか。それともうまく保存ができていないのでしょうか。さて、やっとスタートできます。僕も下手くそなんですが、コンピューターも下手くそで困ってしまいます。なので、設定で他のドライバーたちをちょっと賢くしてリトライします。ちなみに、フォルツァって途中でレースをやめた場合はリプレイを見れないのですが、仕様でしょうか。比較的綺麗にスタートが決まりますが、雨の中のハイパワー車の運転は大変です。787B は1991年にフランスのサルトサーキットで行われたル・マン24時間耐久レースで日本車初の総合優勝を果たしたレーシングカーです。787B は4ロータリーエンジンを搭載し、車両重量 830kg の軽量ボディに最高出力 700PS を発生させています。DD1 のトルクで手がプルプルしているのがわかると思います。QR2 もステアリングも剛性が高いので DD1 のトルクが直接腕を攻撃してきます。雨の中の運転はやっぱり大変ですね。前が全然見えません。というか、練習してから動画を撮るべきですが、こういう映像も大事だと思うので許してください。一つ目の試験でやらかして、冒頭の動画のようになりました。ドライ路面でもやってみましたが、本当に下手くそでお恥ずかしいです。僕の下手くそプレイを流し続けてもみんな飽きると思うので、サルトサーキットの超高速ストレートからの試験だけご覧いただき、次に進みたいと思います。32インチの三角面はこうやって見ても結構迫力があると思います。次はアイレーシングで走ってみたいと思います。同じくサルトサーキットで BMW の M ハイブリッド V8 という車種です。2022年6月6日に正式発表され、シャシーはダラーラ製を採用。パワーユニットは4リッター V 型8気筒ツインターボを搭載しています。FIA 世界耐久選手権 WEC やイムサスポーツカー選手権への参戦用に開発された車種です。エンジン音を聞くと 787B がいかに気持ちいい音だったかわかりますね。ステアリングの液晶が面に着目してください。アイレーシングでは液晶のギアやスピードガンメーターがしっかりシミュレーターと連動しています。一方、フォルツァはモザにまだ対応していないのか、シミュレーター内の情報が液晶画面に出てきませんでした。FSR ステアリングが気になる方は遊びたいソフトが対応しているか調べた上で購入されることをお勧めします。最後にポルシェ911の GT3 カップカーです。この映像を見ながら最後に全体的な感想をお伝えしたいと思います。 QR2 の効果とファナテックの最上位機種のポーディアムハブやモザの最高級機種である FSR ステアリングの組み合わせのおかげでとても剛性感を感じながらドライビングできます。 FSR ステアリングは金属が多用されているおかげで重量があるものの剛性を感じることができます。 FFB と一度しっかりセッティングさえしてしまえればこのセットでも遊べると思います。またレース中はあまり使用することは少ないと思いますが液晶モニターがありかっこいいです。
FSR ステアリングのファームウェアのアップデートあり、ダッシュページの変更方法が変わりました。昔はアナログパドルを押しながらスティックを操作してページを切り替えていましたが、これだとアナログパドルをクラッチに設定していると走行中に変更するとクラッチが切れて窒息していました。今回は右上ボタンと左のスティックを操作すれば変わります。一方、ブログでも説明していますが、車外ステアリングを使用するとファナテックのいい点が活かしきれないことがあります。一番気になるのが、ファナテックステアリングならできる FFB の手元での調整ができないことです。一度、手元で FFB を調整できる機能に慣れてしまうと、これがなくなるとかなり不便です。ファナテックステアリングの液晶パネルのすぐ隣にある小さなボタンを押して右のスティックダイヤルを使用して FFB に関するパラメーターを走行しながらも調整することができます。この機能が使えない場合、違う車種をドライブするときに FFB を落とそうと思っても手元では調整できません。ファナテックのアプリをスマホで開いて FFB を調整する方法があります。また PC が面上で調整したい場合は SIM のソフトを一度閉じて、ファナテックのソフトウェアであるファナラボを開いて、パラメーターを調整しなければなりません。また、モザのユニバーサルハブと RJ ケーブルが必要で、それを背面に取り付けるためケーブルが邪魔になります。モザ全体に言えますが、パドル操作時に発生するカチカチ音が大きいです。今回の方法はファナテックのポーディアムハブやモザユニバーサルハブを購入する必要があります。斜めからポーディアムハブに FSR ステアリングの金具を装着するために先端が丸い六角レンチも必要です。10万円以上のコストがかかってくるし、ケーブルなどが煩雑になるため、身の回りに FSR ステアリングが転がっていたり、強い何かの信念がない限りはおすすめできません。ファナテックにしろモザにしろ、ステアリングとホイールベースは統一させる方が幸せなんじゃないのかなと思います。今回、QR2 とポーディアムハブを使用することで、よりがっちり感を感じることができました。今のステアリングの剛性に不満のある方は、ポーディアムハブと金属製のステアリングの組み合わせや車外ステアリングという手もあります。ポーディアムハブ単体だとボタンやスイッチが少ないので、その場合はポーディアムボタンモジュールインデュランスや、そろそろ発売されるラリーモジュールを追加すればいいです。そうすると、自分好みの最強のがっちりステアリングが手に入ると思います。長い間視聴していただき本当にありがとうございます。動画に対する率直な評価を知りたいので、良いね悪いねどちらでも押してくれると勉強になります。また、チャンネル登録していただけるとこの活動を続ける励みになります。次の動画は決まっていません。ご希望があれば教えてください。